こんにちは。今回は、YouTube のおすすめで突如出てきた日産のこれからの新型車について、どんな車が発売されそうなのかを予想してみました。それでは行きます。Now loading。まず、3月25日付で発表された日産の経営計画によると、2026年度までに、全30車種が世界中で発売されるようですね。2024年度では新型 QX80、新型ムラーノ、新型パトロールアルマーダ、日産キックスが内燃機関車アイスで発売予定のようです。加えて、電動車としては、2車種の電気自動車も発売されるようです。あくまで、世界規模で初めて発売されるタイミングだと思われるため、国内で2024年に販売するとは限らないと思います。例えば、キックスが e パワー車で発売するなら、2025年になるかもしれないですね。新型 QX80 は、こちらの動画ですでに紹介していて、新型キックスも別動画で紹介しているので、よかったら見てみてください。新型パトロールや新型アルマーダ、新型ムラーノについては、過去に日本国内で発売されていたため、全く期待できなくはないですが、ただ、国内では、アイスを積極的に販売するようにはあまり感じれないですね。今国内にある日産車でアイスなのは、フェアレディ Z や GTR、スカイライン、ルークス、デイズ、エルグランド、セレナ、キャラバン、AD、となっており、SUV がないんですよね。SUV でアイスを出すなら、セレナみたいに、キックスやエクストレイルで、ガソリン車と e パワーを発売する方が現実的な気がしますね。なので、パトロールやムラーノは、日本では発売されないと予想します。ちなみに、画像は現行車画像なので、あくまで参考までに。そして、2つの EV が登場するようですが、新型車なのかフルモデルチェンジなのかは分かっていないです。ですが、まず、直近で言うと、アリアのニスモ仕様が公開されましたよね。なので、アリアニスモが EV 枠に入ると予想します。あと、考えられるのは、日産サクラと三菱エククロスのマイナーチェンジでしょうかね。2022年発売で2年後に、マイナーチェンジはちょっと早い気もしますが、そう考えると、リーフのマイナーチェンジやフルモデルチェンジもあり得そう。というのも、ネットサーフィンをしていたら、EV3060 というコンセプトで、3種類の電気自動車をイギリスにて発売するようで、ハイパーパンクハイパーアーバンチルアウトが存在しています。これらは、イギリスのサンダーランド工場で生産されている、ジュークやキャッシュカイ、リーフの次期型モデルと言われていて、この中でセダンっぽいのってどれかで見ると、チルアウトがリーフのように見えますね。なので、フルモデルチェンジで何かが出てくるとしたら、新型リーフがあり得そうですね。なので、思い切って、新型リーフにしてみます。まあ、あとは、ムービーで、先頭にいるのがリーフっぽいので、まず、リーフから出てくるのではないかと予想します。ちなみに言うと、アリアっぽい車種もここにいるんですよね。これが、新型キックスっぽいですね。この奥の車が、新型 QX80 だと思います。フォグライトつけてないからちょっと見にくいですね。パトロールやアルマーダ、ムラーノはどれなんでしょうかね。続いて、2025年度では、アイスで1車種の新型車と5車種のフルモデルチェンジが行われるようです。アイスも立派な収入源になるとのことで、意外にもアクティブな経営戦略ですね。国内販売があまり期待できないかもしれませんが、ルークスやデイズあたりで、フルモデルチェンジが投入される可能性は考えられますね。マイナーチェンジも実施されているので、可能性としては十分あり得る。そして、この車、パスファインダーっていう車みたいなのですが、アイスで発売されるのではないかと予想しています。こないだ、日産のグローバルギャラリーで展示されていましたが、新型 QX80 みたいな大きさだったので、日本では販売されないと思います。パスファインダーはフルモデルチェンジかな。私の予想では、これがパスファインダーですね。あとは、三菱やルノー、東風日産の車も入ってくると思われます。ただ、国内で見ると、GTR くらいしか思いつかないですね。ハイパーフォースはおそらくここにいますね。フード全端のシルエットが同じです。ただ、日産ロゴがフード上部についているように見えるのがちょっと気になりました。続いて、2025年度の電動車ですが、2車種の電気自動車と、1車種の e パワー、1車種のプラグインハイブリッドが発売されるようです。e パワー枠は、私はハイパーツアラーを予想します。次期型エルグランドと呼ばれている車種ですね。セレナで e パワーが出ているので、エルグランドが出るなら、e パワーありかなと予想。PHEV は全く予想できないですが、日産ではなく、三菱が先に発売すると予想します。
その理由は、PHEV の技術は三菱が持っているので、その技術を使って、先に日産が車を発売すると思えないからですね。報道によると、北米で PHEV を販売するような記載だったので、三菱の大型 SUV が出てくるのではないかと予想します。続いて、EV ですが、先ほど取り上げた、これらの車種が発売されることも予想されますし、日産のグローバルギャラリーに展示されていた QE と呼ばれるインフィニティも E がつくので EV の可能性がある。あとは、ジャパンモビリティショーにて展示されていたハイパーアドベンチャーも EV かもしれない。はたまた、ロンドンでコンセプトカーとして登場した小型スポーツカーも EV の可能性がありますね。この車の走行音は電子音なので、おそらく EV なのではないかと思います。顔の優しいスポーツカーとなっていて、今までにないタイプのスポーツカーだと思いました。これ、300万円くらいで出たら、購入したいなぁ。リアも結構かっこいいし、しっかり日産ロゴも入っていますね。ちなみに、ルノーもスポーツ向けの小型電気自動車をコンセプトカーで出しているんですよね。この中で見てみると、この2台がそのスポーツカーに該当するのではないかと思いました。ということで、私の予想は、こんな感じです。ハイパーツアラー早く発売してほしいですね。最後に、2026年度では、アイスで4車種の新型車と1車種のフルモデルチェンジのようです。アイスに関しては、日本車で、何か新型車が発売されたら嬉しいですね。国内では2026年度までに5車種発売するようですが、三菱の新型 TRIT-ON のようなピックアップトラックが、日産で新型車として国内発売されたら熱盛ですね。三菱のテトライトンについてはこちらの動画で紹介しています。電動車は、電気自動車が4車種、e-POWER が3車種プラグインハイブリッドが3車種でした。まず、EV から見ると、先ほど選ばなかった車種でちょうど4車種なので、これが私の予想ですね。1台くらいは国内でも発売するのではないでしょうか。e-POWER 車と PHEV は3車種ずつですね。さすがに、e-POWER は国内販売が多いと思いますが、X トレイルが e-POWER 側に行くのか、PHEV 側に行くのかとっても気になりますね。予想は、X トレイルは e-POWER のままですね。理由は、一度 e-POWER に乗るとわかるんですが、エンジン駆動に戻れないです。X トレイルは結構台数も出ているので、無理して挑戦する車種ではないと思いますね。その代わりに、PHEV で SUV の新型車が登場すると思います。また、さすがに、あと2年後となると、ノートやオーラがフルモデルチェンジすることも考えられます。日産ファンとしては非常に楽しみな年になりそうです。あとは、海外向けに e-POWER が出る可能性も考えられそう。ということで、これが予想です。これまで紹介した2026年までに発売される車のうち、日産車として発売されるのは15車種のようで、電気自動車が3車種、アイスが8車種、e-POWER や PHEV が合わせて4車種のようです。そのうち、国内で販売されるのは5車種です。e-POWER が X トレイルとノートと L グランドで出てきて、PHEV も1車種新型車で出るんじゃないかと思ったけど、EV 枠でアリアとリーフ入れたら、6車種になっちゃいますね。リーフが国内で発売するのかが気になるなぁ。では、改めて、日産の長期ビジョンで登場した車を見ていきましょう。なんか、リアが独特な車種ですね。これがピックアップトラックですね。このシルエット、QE っぽいですね。これ、もしかして、三菱のアウトランダー PHEV かもしれない。シルエットが似ている気がしますね。以上が、今後の発売車種予想ですが、次期型 X トレイルも欲しいなぁ。